空が落ち着かない感じなのだ。台風6号、かなり油断できないのだ。油断できないで済まないわね。数字を見ただけでも強めよ。沖縄、奄美だけじゃなくて、九州から関東甲信まで広がるの。気になるじゃん。今日午前9時の台風6号は沖縄の南の海上を北北西へ進んでいるのだ。速さは1時間およそ15キロね。空の上ではまだまだ余裕のある動きに見えるわ。中心気圧980ヘクトパスカルってかなり締まってる感じだよね。最大風速30メートル、最大瞬間風速45メートルなのだ。瞬間の方が一気に怖くなるのだ。そこは大事よ。最大瞬間風速は一番強く吹いた一瞬の音ってことね。沖縄では明日から明後日にかけて最大風速35メートル、最大瞬間風速50メートル予想なんだよね。奄美でも最大風速30メートル、最大瞬間風速45メートルなのだ。飛ばされるものが一番危ないのだ。気象庁も飛ばされたもので怪我をしたり、トラックが横転したりする恐れがあると言っているわ。波も高くなるし、猛烈なしけになる恐れもあるよね。雨もかなり強まるのだ。明日朝から明後日朝までの24時間に多いところ300ミリ、さらにその次も奄美で300ミリなのだ。高潮が警報級になる可能性もあるのね。海辺は風だけじゃなく水にも気をつけたいわ。ねえ、なんで台風が来る前から九州から関東甲信で雨が強まるの？台風の北側に前線があるからなのだ。台風本体が近づく前でも雨雲が育つことがあるのだ。だからまだ遠いから平気では終わらないのよね。雨具や避難先は早めに見ておくといいわ。ハザードマップも今のうちに見とくと安心じゃん。どこが危ないか地図でわかるの助かるよね。それに今日は猛暑日予想のところもあるのだ。台風と暑さ両方に気をつけるのだ。大分県新田市で35度予想ね。風雨の前に熱中症対策まで抜けないようにしたいわ。エアコン、水分、休憩、この3つは外せないじゃん。夏の始まり、体がまだ慣れてないしね。将棋の明王戦最終局が始まったのだ。3連覇か8年ぶりの脱出かで空気が変わるのだ。5番勝負が2勝2敗で並んだのね。ここまで来ると最後の1局で全部ひっくり返るわ。5番勝負って先に3勝した方が勝ちなんだよね。最後まで残るのドラマあるじゃん。振り駒の結果先手は伊藤二冠だったのだ。先手を決めるくじみたいなものなのだ。飛車先の歩をついて斎藤八段も同じ形で応じたのね。出だしから読み合いが濃いわ。将棋って一手で流れが変わるの。テストの最後の一問みたいで怖いじゃん。去年もこの2人がタイトルを争って伊藤二冠が防衛したのだ。今年も同じ顔合わせなのだ。去年は2連覇だったのね。斎藤八段は今回は雪辱を狙っている感じかしら。ずんだもん先輩、二冠ってタイトルを2つ持ってるってことだよね。そうなのだ。タイトルを2つ持っている人に使う呼び方なのだ。その辺将棋界は少しややこしいけど面白いわね。持っている札が増えるほど強者感があるのよ。午後に決着がつくの落ち着かないじゃん。最後の一手まで目が離せないよね。伊藤二冠が3連覇するか斎藤八段が8年ぶりにタイトルを取るか、午後の決着が見どころなのだ。結果だけじゃなくてどう押し合ったかも気になるわ。終盤の一手で景色が変わりそうね。今日は空の話も将棋の話も最後までハラハラするやつだね。北極海の氷の厚さを人工衛星のデータから推定する新手法ができたのだ。推定、エスティメイトね。見えないものを手がかりで読むってわけかしら。衛星って上からずっと見てるから氷がどこで生まれてどう動いたかまで追えるのが強いよね。面積だけでは足りなくて厚さも大事なのだ。量を知るには広さだけじゃ足りないのだ。確かに同じ広さでも薄ければ中身は少ないものね。数字の見え方って意外と罠だわ。アーシも広く見えたのに中身が少ないことあるし、なんかわかるじゃん。研究チームは過去データを遡って氷がいつどこで形成されてどう動いたかを追ったのだ。
時間を巻き戻すみたいな作業ね。地味だけど、かなり根気がいりそうよ。しかも気温や湿度まで合わせて解析したよね。条件を重ねるほど、見え方がクリアになる感じ。その結果、実際の観測データと精度よく一致したというのだ。かなり期待できるのだ。つまり、今まで届きにくかった場所の氷も、より詳しくつかめるかもしれないわね。北極海の氷って、地球の体温計みたいなもんだよね。変化が早いと、予測も変わるし。木村准教授も、面積だけじゃなく厚みを把握する必要があると言っていたのだ。氷が減っていく兆候を早くつかめたら、温暖化の研究にもつながるわね。こういう技術、地味に見えて未来の見通しに効くやつだよね。データの積み重ねって大事じゃん。直接測れない場所を別のデータで読み解くのはすごいのだ。天気も海も積み重ねが大事なのだ。ここでちょい知ってると得する話。台風って北西太平洋か南シナ海で育った強い熱帯低気圧のことなんだよ。海の上のやつなのだ。てっきり風が強ければ全部台風かと思っていたのだ。そこが違うよね。日本の気象庁は10分域で17メートル毎秒以上を台風って見るけど、世界気象機関は33メートル毎秒以上を台風級として扱うの。基準が違うのね。名前は同じでも、見ている物差しがずれるのかしら。あと、1950年以降の平均だと、命名された台風は年 25.3 個で、そのうち 16.5 個くらいが台風級なんだって。そんなにたくさん来るのだ。数字で見ると季節の番人みたいなのだ。しかも一番多いのは8月、次が9月、夏の後半は空が本気を出しやすいってことだよね。この辺の数字、台風の見方がちょっと変わるわね。覚えておくと強さのイメージがつかみやすいわ。今日は空も盤面も研究も動き方が全然違って面白かったのだ。台風は備え、将棋は午後の一手、北極海はデータの積み重ね、どれも見方があるわね。気になったニュースがあったらコメントで教えて。概要欄のリンクも見とくと便利だよ。次回もまた見てほしいのだ。じゃあまたなのだ。